今日は1位から3位をお届けします。皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は歌舞伎座初日、これから夜の部です。今月昼の部、仁左衛門さん人気でしょうか、チケットが取れませんでした。残念です。ということで今月は初日に夜の部、そして2日目に昼の部を見た上で、私のランキング、そして感想解説をお届けします。ぜひ皆さんいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは歌舞伎座初日行ってみましょう。楽しみです。レッツゴー。それではこれらからランキングを発表します。私のランキング3つの観点からつけてます。1つ目はこの私のドーパミンが上がるか、ドキドキするか、ワクワクするか。そして2つ目は私がまた見たいかと、もう一度見たいか。そして3つ目は歌舞伎を初めて見る方、または歌舞伎を見始めた方にもお勧めしたいか、分かりやすいかという観点の3つです。ぜひ私のランキング参考にして一幕見席でご覧ください。やはり生を見るのに限ります。それではランキングを発表します。それでは今日は1位から3位を発表したいと思います。初日に夜の部 A プログラム、そして昼の部は2日目 B プログラム、見ました。第3位は昼の部1演目目末広がりです。今昼の部1演目目末広がりが終わりました。いやー、抜群に楽しかったですね。明るく生き生きとした染五郎さん、そして隼人さんの松羽目物でした。狂言を元にした演目で、2人とも若い人が生き生きとコミカルに踊る。いやー、7月の歌舞伎座パーッと明るく幕が開けたという気がしました。ストーリーはとてもシンプルで、末広がり、すなわち扇を大名の染五郎さんが部下の太郎冠者隼人さんに今日まで買いに行かせる。ところが隼人さんの太郎冠者、その末広がりの意味を間違える、騙されるということで、古い傘を買って帰ってきてしまいます。それを言い繕う。そして、いつの間にか一緒になって納得して、また2人で、都に買いに行くというシンプルなストーリーです。染五郎さん、先月はハムレット、シェイクスピアのハムレットをやっていて、私は見に行かなかったんですけども、とても評価高いですね。さすが若いのに主役張って、堂々と演じていたという評価を聞いてます。それで今月はいきなりこの滑稽な役、両方できるのがドリフターズも好きだという染五郎さんの強みだと思います。途中太郎冠者が間違ったものを買ってきて、しかも酔っ払ってる、そこで怒ってグッと立つところがあるんですけども、今映画やってますけども、マイケル・ジャクソンがスーパーボールで90秒、仁王立ちをしたというかっこいいシーンを思い出しました。そこも見どころです。そしてイケメンの隼人さんが滑稽でかっこいい、滑稽かっこいいというんでしょうか、その姿、途中傘で玉を回すという曲芸のシーンも見事に見せました。2人の息ぴったりでした。最初は山王信仰で猿を神様とする猿の舞を舞うと、そして後半は扇の舞を舞うというところも見どころです。
その柔らかい2人の舞を楽しんでください。ということで、いろんな要素が詰まったこの末広がりでした。最後は扇尽くしという歌で2人で仲良く踊ると、失敗してもきちんと許して、そしてそれをリカバリーするというチームワークの良さ、そういうことも感じられました。ということで、昼の部1演目目末広がりでした。第2位は歌舞伎18番のうち釜ひげです。第1位は新歌舞伎18番のうち春京鏡獅子でした。おめでとうございます。今春京鏡獅子が終わりました。約130年前に旧世の團十郎さんが、作ったという曲です。そして実は、歌舞伎座で、通して團十郎が演じるのは初演以来今回が初めてだそうです。いや、團十郎さん女形も良かったですね。想像を超えて凛としたクールな女形良かったです。そしてもちろん獅子も少し軽みがありましたけども力も抜けて、とても良かったです。そして、ファミリーの新之助さんとボタンさん、背が同じぐらいということもあるし、本当に胡蝶の2人も良かったです。2人は意外と新之助さんの方がちょっと女っぽいというか、尾上右近さん系のちょっとぽったりとした柔らかい女性という雰囲気がして、そして、ボタンちゃんの方が、しっかり者という気がしました。踊りもそういうところが少し出ていると思いました。もともとの話は、新年、これは、江戸城の大奥で将軍に対して新年に踊りをすると、それを胡椒の弥生がすると、最初お局様とかに引っ張られておかれるんですけども、恥ずかしくて、去ってしまう、ちょっと憂いのある雰囲気を出しました。最初出てきた時から團十郎さんパーッと花がありましたね。本当に顔がくっきりと綺麗でした。そして、再び出てきて、踊る、途中飾ってある獅子頭にだんだん自分が乗り移られていく。そして獅子頭に誘われるように踊る。そこで途中で胡蝶の2人が出てきます。そして一旦引っ込んで、最後は清涼山の写経ということで獅子のせいに團十郎さんがなって出てきます。いや、今日本当音楽も良かったですね。三味線7人、長唄7人、そして囃子方7人とですけども、いや、すごく長唄の方の声も美しかったです。もちろん囃子方、途中もう獅子の精が出てくる時から、これはトランス状態に持ってく熱演でした。やっぱりこの春京鏡獅子、前半のその胡椒の弥生の踊りのとこで、いろんな
踊りの、エッセンスが出てきます。藤娘道成寺、素敵な部分だけ、出てくるんで、そこも見どころだと思います。ということで、決して團十郎さんやっぱり体が柔らかいとか手が柔らかいということではないんですけども、うまいな、とてもうまく表現をしていたと思います。最近マイケル・ジャクソンの自伝が公開されてます。マイケル・ジャクソンの前半の人生が描いてるんですけども、やはり歌に加えて天才的なムーンウォーク含む踊りのイメージをマイケル・ジャクソンの甥いが務めてます。今回もやっぱり踊りという意味で乗り移ったような、しかも女方、そして立ち役、女と男の両方踊るという、すごい本家本物團十郎さん、そして、ファミリー、こちらもファミリーの演目でした。マイケル・ジャクソンの映画の中でマイケル・ジャクソン、動物園のように、キリンからチンパンジーから、いろんな動物を家で飼ってるシーンがあります。今回もその蝶の精が出てきて、夢か幻かというのがわからないような、その狭間にいるような感覚、ずっとこのシーンを見ていたいような感覚に襲われました。今年の1月に新橋演舞場でやって好評で歌舞伎座の演目決まったそうです。去年には、尾上右近さんがまほろくんってやってます。これもすごかった。女のどろりとした色気という意味では右近さんの方がすごかったかもしれませんけども、女と男の差ですね、その差を出していたのは、右近さんのがすごかったですけども、一貫したピーンと自立した女性と、そして獅子という意味では一本筋が通ったという感じがする團十郎さんの春京鏡獅子でした。以上、ぜひ生を見てください。そしてこの音楽とともに生を見てください。ということで、今月もランキングをお届けしました。今月は2日目の昼の部が終わってから撮ってるんで、後ろにこれから夜の部のお客さんがたくさん並んでます。ぜひ皆さん、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。そして7月16日には8月に歌舞伎座に出る中村屋さんのおじいちゃんの話、勘三郎さんの話を国立劇場制作部だった神山先生にしていただきます。世田谷文学館の企画も楽しみにしてください。より深く歌舞伎を知りましょう。あと毎週 LINE 公式出してます。そしてその情報、歌舞伎愛にも載せてます。他の劇場の感想とかも載ってます。ぜひ皆さん一言歌舞伎愛の方に自分の良かった演目について書いていただけると嬉しいです。ということで、一緒に生の歌舞伎楽しみましょう。7月もののけ姫、門歌舞伎、そして、菊五郎さんが巡業にも出ますということで、あちこちで楽しめます。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳フォーでした。一緒に歌舞伎これからも楽しみましょう。それではまた。